今日も無駄玉が多かったな。初段で楽にしてやった方がこっちも相手も楽だ。ちゃんと死んだのか気になった。外さない距離まで近づけば問題ない。その能力でな。能力？いいか。これはパーパにも知らされていない極秘中の任務だ。このことは誰にも言わず墓まで持っていけ。それがパーパとファミリーとお前を守る方法だ。死人は何の物語も語らないという言葉もあるだろう。はあ。俺の墓なんてもしかしたら明日にはできるかもしれないぜ。そんなに死にたいのか。そうは言ってねえ。じゃあ意地汚く生き続けるんだな。死人に口なしなんて嘘じゃねえか。一体てめえらは何の話があってこっちにとどまってくれたんだ？それともわざわざ迎えに来てくれたのか？答えろ！それじゃあわかんねえよ。彼らはすでに考える力を失ってしまった。へえ。てめえは違うのか。それじゃあ先に話を聞いてやってもいいぜ。宿主の望みはもう見えない。私の望みはそのタロッコだ。俺もさっきとは気が変わったんだ。こいつの価値には興味ねえ。さっさとてめえにくれてやってもいいが簡単に渡したくもねえんだよな。つうことで捨てる。愚かな。これは運命のはお手柄じゃないか。タロッコは私が保管しよう。これがあれば私は一人ではない。ようバンビーナ、見つかっちまったか。悪いな、タロッコまた取られちまったぜ。俺にはいらねえもんだけどな。もしかしたらこの問題はお嬢様にしか解決できないのかもしれません。そうだね。あのデビトからお守りを受け取ったお嬢なら
俺たちにはできないから。何も難しいことではありません。お嬢様が一番に優先するべきことを考えて動けば、きっと伝わりますよ。今の時間が何の時間か知ってるか？この幽霊船で骸骨が自由に歩き回る時間ってやつだ。加えて、俺はファミリーを裏切るかもしれない瀬戸際だったりする。怖くねえのか？一生懸命って言葉通りの回答だな。そんな風に言われるなんて男冥利につけるね。でもここまで来てもらって悪いけどさ、目的を見失ってさまようなんて、今の俺はこの船の奴らと変わんねえんだ。ここの亡者どもの相手をするにはお似合いだろ。さっきの親玉が湧いてた骸骨どもを引き上げさせたみてえだな。まあ逃がさねえけど。一人残らず仕留めていかねえとこのイラつきが収まらねえんだ。だからさ、安全な場所で連中と一緒に待っててくれっかな。俺の邪魔になんねえようにさ。本当にな。こんなにきつく言ってんのに一つも答えやしねえ。じゃあその強さを分けてくれっかな。さっきの言葉は頼っていいって意味だろ。じゃあついてくるなら勝手に来いよ、バンビーナ。宿主なき今、無数の声が私を動かす。聞こえる絶えなき声が、貴様への声が。知ってるよ。俺はさ、今までやってきたことが間違ってたって思ったことはね。そうさ、実験の動画扱いでタロックの契約をした時も、初めてこの手を血に染めた日のことも。お？世話を焼いた末に裏切った奴を殺した時も、仕事に巻き込まれて闇に葬られた奴を見た時も、不安でもそれしか選べなかったからな。だから間違ってねえ。
絶望にすらたどり着かない。ラビリントアトモスフェリコ。これよ。みんなこっちまいな。オニオンフレンズ。でもさ、今まで嫌なことごまかす術しか考えてなかった。俺の人生を変えられる事態が起きちまった。なあ。フェル。お前の存在のこと言ってんだぜ。俺の過去を知られて、手の中から逃げられちまったら。なんてつまんねえこと考える前に、お前の気持ちを聞き出そうとしたりしたけどよ。あの時最高に無様な姿見せてんだから、関係ねえんだよな。正直、あのデュエルの後は抜け殻さ。届かねえと諦めてた日常が、目の前にあったんだ。そんな平穏満喫してたってのにさ。なんで、てめえら邪魔すんだよ。やっぱ、今の俺は苦しそうに見えてんだな。どんだけ耳を澄ませても、あいつらの恨み事が聞き取れねえんだ。これ以上はごまかしきれねえ。なあ、お前の力、俺に貸してくれるか。やあ、お嬢さん。私を呼んだかい？レルミタは愚かだね。答えはあんなに近くにあったのに。ああ、彼の悩みの種のことさ。あの亡霊。彼らはレルミタの心残りで縛られている幻想だ。だから、彼にしか見えないし、聞こえない。私の宿主、愚かで愛しい彼を支えてやってあげておくれ。恋人たちが寄り添うのは当然なのだから。バンビーナ。あいつらが何を考えて生きて死んだか知りたかった。死に際に女の名前やら金のことやらばっか聞こえてりゃ気になんだろ。ああ、それがこの船の亡霊どもの存在理由。
なんだそりゃ。そんなこと言われたら、どこもよそ見できねえ。その代わり、お前も、俺を見ててくれよ。目が離せないのはどっちも同じってこと。ほんと強気なこと言ってくれんじゃねえか。今じゃ信じるなんて言葉、バンビーナの言葉しか意味を持たねえよ。ありがとな。これが全部この船に残ってやがった魂か。モノクル野郎も骸骨も昔の知り合いもみんな行っちまったみてえだ。そうだ、この船にはカテリーナもいたんだっけな。そう考えれば悪いことばかりでもないか。因縁深い奴らの記憶も懐かしい思い出も全部がここにあった。まあ最後の別れを言うにも眩しくて見えねえけどさ。バンビーナも手をかざしとけ。目がやられちまう。光が赤く見える。この手はこれ以上赤くしたくねえな。お前の長い髪の色は、いい赤だ。あとは、そうだ。もっと赤くていいものがここにあったな。リンゴみてえなバンビーナのほっぺた。タロッコ回収っと。早くレガーロに戻ってバールで一杯と生きてえよな。バンビーナは冷たいリモナーだな。おう、連中も出てきたみてえだな。つうか遅えっての。バスチェロファンタズマ、興味深い知識の宝庫だ。この価値あるものがタロッコに縁があるならば、ファミリーの備品にしても問題はないだろう。問題だ。それよりこの名はほどけ。ごめんね。やっぱり多勢に無勢って言うでしょ。っていうか今頭よく見えたでしょ。でしょ。後半を言わなければそう見えたかもしれません。何やってんだてめえら。あ、お嬢とデビト。二人とも無事でしたか。
誰に向かって言ってんだ。てめえはお嬢様と俺との間に流れる濃密な空気の方を心配してろ。ちょっと、どういうことですか？それよりさっさと帰ろうぜ。錬金じじいの様子じゃもうこの船は制御できんだろ。無駄に年食ってんだから得意なとこではしっかり働いてもらわねえとな。ジョーリーにそんなこと言うのデビトくらいだよ。よう、そこのすまき。約束通り、あのモノクロ野郎は天に送っといたぜ。そうか。それがあいつの本来いるべき場所だからな。これはてめえへの貸しってことにしてよ。でだ。このまま海に落とされんのとレガーロの家畜になるのとどっちがいい？おい、人としてはどっちも終了してんじゃねえか。待て。今までこの船を制御していた鉱石から私の二番弟子にしてやってもいい。まず、私が一番弟子という記録を消してもらいたいんですが。はあ？俺の上にこのヘタレ帽子がいるのは納得できねえ。そこは年功序列だろそういうの無視しまくってるデビトが言っちゃうわけ。どっちにしても納得いかねえよ。だってこいつ弱いじゃねえか。弱くありません。じゃあ俺の射程とサングラス野郎の2番弟子どっちがいいか選ばせてやるぜ。さっきの2択よりマシだろう。なあダンビーナ。セリエン中でも一番違和感なく居座れそうな場所だよな。このとんがり具合は合ってるかもね。前に生意気言ってた月はしっかり払わせてやんぜ。まあ帰ってからゆっくり遊んでやるか。帰ろうぜフェル。俺たちの家にさ。